皆様こんにちは。私は東京都茶協同組合の理事長、君野慎太郎です。私たち東京都茶協同組合はお茶のプロ集団です。今日は家庭でもお茶をおいしく入れる方法を動画で紹介してまいりましょう。お茶をおいしく入れる方法で一番大切なことは、お茶を飲む方がおいしいと思ってもらえるよう心を込めて入れることです。まず最初にお茶を入れるのに必要なものを挙げていきましょう。茶用、お湯、急須、湯飲み茶碗。この4つは必ずご用意ください。他には湯冷まし、茶燗、茶卓、タイマーがあると便利です。おいしいお茶を飲むには、まず道具の準備からです。茶用の種類には、深蒸し煎茶、普通蒸し煎茶、玉露、茎茶、粉茶、ほうじ茶などがありますが、今回は東京で人気がある深蒸し煎茶を使います。深蒸し煎茶は長時間蒸されることで茶葉が細かくなり、味や緑の水色が濃く出る種類のお茶です。ここまで準備が整ったところで、水を沸かしてお湯を作りましょう。ところで皆さんは硬水、軟水の違いをご存知ですか？水の硬度というのは、水に含まれるカルシウムとマグネシウムの量を数字で表すものです。硬度100未満を軟水、それ以上を硬水と呼びます。硬水で入れたお茶を飲みますと、あっさりした味わいになり、美味しさがあまり感じられません。硬度30から80の軟水がお茶の味わいを出すのに適しています。日本の水道水や井戸水は軟水ですので、お茶を入れるのに良い水です。次にお湯の温度と沸騰させるかどうかのお話です。実は沸騰していないお湯でお茶を入れると水っぽいお茶になってしまうのです。茶葉の種類により適した湯温が違うのですが、どの場合でも一度必ず沸騰させてから適温まで冷まして使いましょう。水道水を使うときは、含まれている塩素を取り除くために3分から5分沸騰させ続けてください。この時、やかんの蓋は少しずらしておくと良いでしょう。おいしくお茶を入れるためには、お湯の中でお茶の葉が十分に広がることが重要です。ここで急須の選び方が重要になってきます。急須を選ぶときは必ず手で持ってみてください。持ったとき、手に馴染む感があるものがベストです。深蒸し煎茶はお茶の葉が細かいので、陶製茶こしでしたら、ささめなどと表示されている急須、またはこのような金網茶こし急須がおすすめです。必須ではありませんが、沸騰させたお湯を冷ますために湯冷ましがあると便利です。茶碗の大きさは茶葉の種類によって使い分けましょう。玉露は少量味わいながら飲みますので小ぶりな茶碗。高級煎茶はそれより少し大きめ。中級煎茶はさらに大きめ。ほうじ茶はマグカップに近い大きさでも OK です。ここまでお茶の葉、お湯、急須、湯冷まし、茶碗のお話をしてきました。これからおいしくお茶を入れる話の重要な部分に入っていきます。
お茶の味は3つの成分で決まります。1つ目はカテキン類。お湯の温度が高くなるにつれ溶け出して苦味や渋みを感じさせます。2つ目はアミノ酸類。お湯の温度にあまり関係なく溶け出して旨味を感じさせます。最後はカフェイン。お湯の温度が高くなると溶け出し、軽く苦味を感じさせます。この3つの成分のバランスでお茶の味が決まってきます。日本茶は旨味を楽しむ飲み物です。旨味成分のアミノ酸類を溶け出させることが美味しくお茶を入れるには重要なのです。それでは実際にお茶を入れてみましょう。玉露や高級煎茶はぬるめのお湯で入れるのがいいです。今回の深蒸し煎茶もぬるめのお湯で入れてみます。ぬるめのお湯で入れることで苦味成分のカテキン、カフェインの溶け出しを抑えることができます。では今から一度十分に沸騰させたお湯を70度まで下げていきましょう。お湯は一度容器に移し替えるたびに温度が5度から10度下がります。まず最初にやかんからポットにお湯を移します。次にポットから湯冷ましに移しましょう。湯冷ましをお持ちでない場合はマグカップが流用できます。そして湯冷ましから湯飲み茶碗にお湯を移します。ではこのタイミングで急須に茶葉を入れましょう。茶葉の量については後ほど解説しますが、ここでは3人分入れることにします。そして最後に湯飲みから茶葉を入れた急須にお湯を移します。湯飲み茶碗には持ち手がついてませんので、なみなみと継がれたお茶では熱くて持てません。逆にお湯が少なくても美味しさを感じにくいのです。ということで、出来上がったお茶の量は湯飲み茶碗の7から8分目がちょうど良いのです。湯を冷ますと同時に量を調節していきます。ポットから湯冷ましに移すとき、湯冷ましの8分目くらいまで入れます。次に湯飲み茶碗に移すとき、8分目になるように入れてください。こうするとお湯は茶葉に少し吸われますが、最終的にちょうどよくなります。お湯の量は湯飲み茶碗の8分目ということを忘れなく。お湯を冷ましている間にお茶の葉の量についてお話しします。茶の葉の適切な量ですが、1人前2から3グラムが適量です。今回使用する深蒸し煎茶は味が濃く出ますので、1人前2グラムにします。ティースプーンすり切り1杯が2グラム、2グラム ×3 人前で6グラムの茶の葉を用意します。お茶の味を引き出すには、急須にお茶の葉とお湯を入れてから待ち時間が必要です。この待ち時間を浸出時間と呼んでいます。茶の葉の種類により最適な浸出時間が異なります。玉露は2分30秒とかなり長め。高級普通蒸し煎茶で2分。深蒸し煎茶は30秒から60秒など、お茶により違いがあります。今回は浸出時間は30秒にいたしましょう。お茶の注ぎ方も味を大きく左右します。各茶碗の茶の量と味を均等にする方法が回し継ぎです。実際に回し継ぎをしてみましょう。3つの茶碗の端から少量ずつ注いでいきます。反対側の端に行きましたら、今度は U ターンして継ぎます。行ったり戻ったりを繰り返します。
ラストはお湯が急須に残らないように最後の一滴まで絞り切ります。急須にお茶が残ってしまうと2煎目を入れるときに美味しくなくなってしまうのです。大げさに行う必要はありませんが、手首のスナップを使うと良いでしょう。慣れないうちは最後にゆっくり絞り切っても良いです。冷めないうちに美味しくいただきましょう。先ほどのお茶は美味しく楽しめましたでしょうか。次に先ほどの茶用をもう一度使い、お茶のおかわりを用意しましょう。新しい茶用を使ってお茶を入れることを1煎目と呼び、一度使った茶用で2回目の茶を入れることを2煎目と呼びます。2煎目も美味しく入れる準備をしてまいります。1煎目を入れた後は、急須を左手で持ち、右手で注ぎ口の反対側を軽く叩いて、茶こしについている茶葉を中央に集めます。内部の熱を逃がすため、急須の蓋をずらしておきましょう。2煎目は茶葉に残っている成分を出しやすいように、1煎目より少し高い温度で入れ、浸出時間を半分ぐらいにしてください。3煎目は90度くらいのお湯で、お湯を入れたらすぐに湯飲み茶碗についてください。最後にポイントをおさらいしましょ大切なのは、茶葉に合った湯の温度、茶碗に合った湯の量、人数と種類に合った茶葉の量、茶の浸出時間、均等にするための回し継ぎ、お茶を入れるとき最後の一滴まで絞り切るということでした。う。これらのポイントに気をつけながら、毎日日本茶をもっと美味しく楽しんでください。東京都茶協同組合のウェブサイトでは、お茶にまつわる情報を定期的に公開しています。こちらのアドレスをぜひチェックしてください。